こんにちは、山下夏美です。7月12日土曜日。今日は平塚ビーチパークのコート前ですね。やや流木寄りだけど、コート前で入ってきました。オフシャツ良くてかなり面が整ってて、思った以上にザ・デイに近い感じの波となってました。基本流し波ですね。このダウンザライン。こういう流し波がめちゃめちゃ良くて、ちょっと癖はあったんですけど、かなりいい練習ができました。ニューボードのフィッシュの特性を活かしながら乗っていくといった感じになりました。いいね、かなり。こんな感じで。前に出る感じ。ややスープで当ててもしっかり前に出る感じで。この取り方すごいいい感じでした。で、最後ね、ちょっとデッドウォーター気味になるけど、このチューブが狙える感じで。これがかなりいい感じのラインですね。これもったいないね。ちょっとレール抜けちゃった。こんな感じでね、かなり形も良くて、本数も来てたから、間違いでも長かったな。一回入れば連続してくる感じで、それが良かったかなっていった感じです。テイクオフして、このラインね。前手グラブでちょっと抑えながら、スピードを。これはスピナーからですね。いいですね。巻かないとね、こんな感じになっちゃうんですけど、最後。巻いてくれたらいい感じで。さあ、これちょっと3小ビットから行こうとしたけど、もったいない。さあ、テイクオフして、パンプ。で、前に出る。ここえぐいね、やっぱり。ちょっとここのやっぱ最後のデッドウォーターに捕まってるから、うまくここは乗り切りたいとこですね。本当はワントリックまで行きたいとこですね、今の。あ、これ悪くない位置。そうですね。かなりいい感じに流しましたね。今のはもう、ちゃんと合わせる位置が良かったですね。逆にこれはちょっとやや遅れ気味ですね。ここのターンでいかに加速できるか。いいね。ターンで加速できればしっかり前に出れるって感じです。そうだね、こんな感じで。で、トリック。3勝負ってですね。ちょっといい球回りづらかった。さあ、これいいね。ただ、ちょっとすっぽ抜きましたね、レールが。さあ、スープ2から前に出て、ダウンズライン。これはちょっとトリック系でもなかったから、そのまま流してコンプリート。さあ、これいい位置。エアですかね。そうですね。エア YT。ちょっと先が潰れてたからね。今のはエアコンプリートですね。僕のスタイルだと。先がちょっと続かないなって時はエア。先が流せるってなった時はダウンザラインとか、そのまま流していく感じですね。こんな感じですね。先が続いてたら今みたいな感じで流す。スタイル。これはハーフスピンしてそのまま踏んで、ですね。そのままスイッチのままストール。ビッグスピン。ちょっともったいないね、これ。抑えきれなかったですね、スープの勢いに最後。さあ、悪くない。テイクオフして。いいね、これ。ちょっとテールを滑らしながらターンする感じ。スプレーも飛んでるっすね。わかりづらかったね。さあ、ターンして、ちょっとこれはスープだからリッピングしながらスピナーですね。スープになっちゃったから何もできずって感じですね。さあ、これいいね。ギャップ1枚越してパンプして前に出る。これなかなかの難易度。テイクオフして、さあ、ややちょっとエアー気味に前に出る感じです。ほぼスピナーですけど。さあ、悪くない位置。スプレー出して、コンプリートですね。ターンしてからスプレー出してコンプリートですね。ワンアクションの時に。さあ、これも同じような感じのラインで、
そうですね。ワンアクションの時にスプレー出して、コンプリートです。こういうスタイルもやっていきます。これちょっと前に出にくいね。強引にスイッチにして前に出ようとしたけど、そのまま刺さっちゃいましたね。どんどんね、ちょっと大潮でね、潮も引いてっちゃってるから、この朝の時間だけだったんですけど、朝巻いてないのに、今もうこの距離感ですからね、割れてる位置。なかなか癖のある波です。いいね、ダウンサライン。でもちゃんとね、走るラインとタイミングさえ間違えなければ、こんな感じで、これもいいですね。かなりスプレーも飛んでる。最後スリーショーウィット。完璧ですね。こういうのも取れる。さあ、でかいギャップを1枚越してパンプして前に出て、いいですね、このライナー。これ、かなり高難易度です。最後スピナーでもコンプリート。このサイズ超えてますからね。これいいですね。よく超えましたね。フィッシュの浮力と特性を生かしたライディングですね。さあ、これいいね。インサイドでしっかり横にターンしながらかけた。ちょっと最後はエグかったね。足元すくわれてる。最後がなかなかエグいですね。さあ、インサイド気味。さあ、ちょっとスープに捕まりましたね。少しね、スープにテールが食われてるとね、前に出にくいかなって感じがしたんで、ちょっとそれがね、僕の調子なのか、ちょっとフィッシュの特性なのか分かりづらいんですけど、やや食われやすいかなって感じでした。スープから前に出ようとすると、いつもより。まあ、そこをちょっと、今後は、板の関係なのか、自分の関係なのかをちょっと試していきたいところですね。あとはね、引いてきて波にパワーがなくなってきたから、それで前に出るのが難しいっていうのもあったかな。これも結構いい位置で当てたけど、もたつきましたね。出るの。ここでちょっともたついてるんですよね。最後がこの巻き方だからちょっと仕方ないんですけど。さあ、フロントショービットでコンプリートですね、これ。さあ、かなり難しいところにモンキークロールで置いて、ダウンサライン。いいね、これ。かなり綺麗に動かしてる。これいいっすね。なかなか癖のあるところで起きましたけど。そう、こんな感じで。いいね。すごい加速して、かなり流してます。さあ、これもいいね。いい位置立てで、フロントのスイッチビッグ。ですね。ここで、いいですね、このコンプリート。綺麗に決まってます。さあ、流しライン。これはちょっと流しどころがなかったかな。テール踏んで、ちょっと波見ようとはしてたけど。さあ、ちょっとこれペライね。そうだね、何もできずって感じ。かなり苦戦しつつって感じでやっていってましたが。このいいところをやっぱ狙う波感覚。嗅覚がすごい重要かなって感じでした。どんどん引くにつれね、割れる位置も難しくなってたし、かなり探しながらやっていく感じとなりました。特にね、こういう波ですね。思ったより割れてこなかったやつ、ペライのに。これがすごい厄介でね。波ないのに軌道修正して当てなきゃいけないから、この合わせる位置がだいぶ難しいって感じでしたね。巻き直しでインサイドまで残ってたから、結構ね、選べば、どのレベルの人でも乗れる波はあったかなと思うんですけど、ベストな波はね、もうちょっと終わっちゃってた感じですね。この距離感のやつ。もうスープになってます、この辺。いや、スープでちょっと練習するっていった感じです、この辺のあたりは。スープに当てれて、ワントリックか、うまく前出れる場所で当てれた場合にしっかり流せるかどうかって感じです。一応ね、潮も引いてたからスカーフィングも狙ってみたんですけど、波にパワーがなさすぎて、ちょっとスキムの板じゃ乗れる波じゃなかったですね。こんな感じで。もうすぐ波が詰めちゃってたんですよね。かなり厳しかった感じなので、ここからまた戻っていきます。結局やっぱ何回か引いてもこの流しラインが取れるから、狙うならこのラインですね、やっぱり。これもいいエア。
さあ、軽いテイクオフから前に出る。いいね。だいぶテイクオフ軽く決めてきましたね。こんな感じで。結構ね、いろいろ試しながら乗っていく中で、このいいところは逃さず。これいいね、かなり横流してる。入ってくる角度っていうのは基本一緒なので、こういう日は。マシンウェブ的な感じで。必ずその入ってくるうねりとかを見逃さずに探して斜めに入ってあげる。それが流し波のコツかな。こういう、ちょっと引いてきて特殊な入り方をしてくれる波は特に。だからこれもいい位置で当ててる。必要とあれば軌道修正しつつって感じですね。いかに軌道修正ができて、ポジションをちゃんとキープできるかっていう感じですね。でミスっちゃうとこういう感じになっちゃうんでね。そこは何回も試しながらいろんなラインを狙いつつやっていく感じです。これとかスープで当てて巻き直すの分かってたから前に出る感じのスタイルですね。これいいね。横流してる。こんな感じでかなりいい練習ができた日となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。